皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアのプーチン大統領が彼の失態により、またロシアの勢力圏が小さくなろうとしていることについて解説しようと思います。まず、これまでロシアのプーチン大統領は軍事力を主に活用して海外への勢力圏を広げようとしてきました。しかし、ウクライナへの侵略により彼の思惑が外れてロシアの勢力圏は縮小の意図をたどっています。例えば、プーチン大統領は NATO の拡大がロシアにとって非常に危険であると述べていました。そのことをウクライナ侵略の口実の一つともしていたぐらいです。ところが、そのウクライナに侵略することによって、ロシアは中立国であったフィンランドとスウェーデンを NATO 入りさせてしまうというかなり大きな後押しを行いました。ロシアが軍事侵攻しなければ、この2つの国は NATO 入りはしなかった可能性すらあります。そして、一度加盟した以上は、おそらくこの2つの国が NATO から脱退することはまずないでしょう。それに伴ってバルト海は完全に NATO の勢力圏下に収まり、ロシア軍のバルト海艦隊はもし戦争になれば1日で全滅するほどの死に場所確定の場所となってしまいました。また、南方における勢力圏の縮小といった問題は非常に深刻です。例えば、ロシアの友好国であったアルメニアは、アゼルバイジャンとの間で領土問題を抱えていました。ナガロノカバラク紛争は、両国にとって非常に大きな問題でした。ところが、アゼルバイジャンの攻撃に対して、ロシア軍は全く動くことができず、アルメニアはナゴルノカルバフを失いました。これに伴って友好国であったにもかかわらず全く助ける気がなかったロシアに対してアルメニアは非常に不信感を抱き、現在ではその関係は悪化の一途をたどっています。じゃあアゼルバイジャンとの間でもロシアは友好関係を保てるかといえばそうではなく、最近ではアゼルバイジャン航空の旅客機をロシア軍が撃墜してしまうという事件が発生しました。かつてのロシアの経済力や軍事力との関係で言えば、アゼルバイジャンはその圧倒的な差から自国の旅客機が撃墜されたとしても文句を言えなかったかもしれません。しかし、現在ではロシアの軍事力が極端にウクライナに向き、海外に対する影響力を失っていることから、アゼルバイジャンの大統領はロシア軍による撃墜、この問題に対して責任者の処罰、そして撃墜されて亡くなった人たちに対する賠償金をロシアという国家として行うべきだという話をしています。プーチン大統領は多くの人たちが亡くなったことに対する哀悼の意は表したものの、未だにロシア軍による撃墜については認めていません。両国の大統領の意見の違いは平行線であり、国家間の関係にも大きな障害となり得る事態となっています。そして、それよりもさらに南方におけるシリアでは、ロシア軍は完全に居場所を失いつつあります。シリアには以前はアサド政権がありました。プーチン政権とも非常に関係が深く、シリア国内にはロシア軍の空軍や海軍基地もあり、中東地域に睨みを利かせ、さらにはアフリカ大陸への中継拠点としても機能していました。地中海におけるロシア軍の駐留港であり、どんな時でも凍らない港というのはロシアにとっては非常に貴重なものです。しかし、ウクライナとの戦いがあまりにも長く、そして多くの戦力を必要としているため、シリアから多くの兵力をウクライナへと移す必要がありました。手薄となったアサド政権は支える力を失って反政府軍との戦いに敗れ、アサド大統領はロシアへと亡命し、元大統領へと変わりました。そしてここからもう一つ新たな話題として、ロシアの飛び地であるモルドバ東部沿ドニエストル地方におけるロシア系勢力が今危機に立っています。ロシア系の勢力である沿ドニエストル共和国はモルドバの東部にあります。ちなみに共和国と名乗っていますが、これはあくまでも自称です。そのため国際的には国として認められているわけではありません。ロシア系の勢力はこうした他の国に自称国家を勝手に作り上げて、機会があればこれをロシアが吸収合併するというような形でロシアの勢力圏を広げようとします。位置としてはウクライナの南西、隣国としてはルーマニアなどがあります。この自称共和国のロシア系勢力が危機に至ったのは
ロシアの自業自得な部分があります。この自称共和国が危機に陥ったのはこんな理由からです。ウクライナ自国経由するロシア産天然ガスのヨーロッパ輸送を停止、契約失効。ロシア産の天然ガスをウクライナ経由でヨーロッパにパイプライン輸送する契約が1月1日失効した。これより前にウクライナは国家安全保障の観点からロシアとの契約を更新しない姿勢を示していた。ベルギーのシンクタンクによると、ウクライナ経由は EU の天然ガス輸入全体の約 5% を占め、主にオーストリア、ハンガリー、スロバキアに供給されていた。今後ロシア産をヨーロッパに送るパイプラインはトルコ経由のみとなる。アメリカの調査会社によると、契約の失効でガス価格の上昇が予想されるという。ただ、ヨーロッパは備えを進めてきており、加えて今年冬の寒さがこれまでのところ厳しくないこともあり、以前ロシアが供給を削減した時のような値上がりにはならないと見ている。ロイター通信が報じたところによると、ウクライナ経由で天然ガスを輸出していたロシア国営ガスプロムは、昨年ヨーロッパへの輸出減が響き、約1兆800億円の赤字を計上した。ウクライナは今回の契約執行で年約8億ドルの収入を、ガスプロムは50億ドル近くの売り上げを失うという。ウクライナが失うこの年8億ドルの収入は、ロシアからウクライナを通るガスパイプラインのその通過量です。一方で、ロシアのガス会社は販売先に物が届けられなくなるので、今後の契約が新たに結ぶことができず、販売そのものが完全に終わってしまうわけです。それによって失われる売上が50億ドル。日本円でざっくり言うと7500から8000億円程度のこの範囲内の額です。EU の行政執行機関である欧州委員会によると、ヨーロッパのロシア産天然ガスへの依存度は下がっており、パイプラインでの輸入は2021年に全体の 40% 超だったのが2023年には約 8% になった。では、ロシアからウクライナ経由で東ヨーロッパやもしくは南ヨーロッパ向けの天然ガス供給が行われていたわけですが、これが止められたことによって、じゃあどうなったかについてです。一つ答えとして言えるのは、ロシアから買えないんだったら別のところから入れればいいということが今実際に動き始めています。これはまた別の記事のガスの流れを示した図です。現在、地中海から東ヨーロッパ、ウクライナやルーマニア、ブルガリア、スロバキア、ハンガリーなど様々なところへとガスの供給が行われています。トルコやブルガリアで液化天然ガスが輸入され、それがパイプラインを通じて改めて配給される、そういった流れとなっています。しかし、こうしたガスの流れというものから取り残されたのが沿ドニエステル共和国です。自称共和国ですが、これまではウクライナ経由産の天然ガスを輸入し、天然ガスによる火力発電所を稼働させてきました。しかし、ウクライナからのロシア産ガスの供給が止まったことにより、沿ドニエステル共和国はエネルギー支援の輸入が途絶えてしまったわけです。現在、沿ドニエステル共和国では、失われたガスの代替エネルギー資源について見通しが立たず、かなり絶望的な状況に陥っています。従来のまず関係から言うと、モルドバという国は、この自称共和国からの電力輸入といったものを行ってきました。それは自称共和国がロシア産の安い天然ガスを発電に活用し、そこで生まれた電力をモルドバ側に売るといった形で現金収入を得ていたのです。また、この自称共和国にはロシア軍の駐留部隊もおり、モルドバとの戦闘を抑止する、そういった状態が長く続いてきました。だからこそ自称共和国がずっと残ってきたわけです。しかし、今回の天然ガス供給の途絶により、この自称共和国は存亡の危機に立たされようとしています。ガスが入ってこないことによるモルドバ側への売電が全くできなくなることによる収入の途絶もありますし、また従来のモルドバの立ち位置としてもこれまでよりも一層 EU 側によることとなります。これまでは自称共和国側からの電力供給をお金を払って維持してきた関係があったわけですが、これがなくなればロシアの顔色を伺う理由といったものもモルドバ側にはなくなっていくこととなります。そしてガスの供給ラインについての話もしましたが、自称共和国は南ルートからのガス供給に関しては自分たちが手が出せる状態ではないため、やはりそちらも手詰まりだと言えるでしょう。モルドバ政府は現在のところ隣国のルーマニアからの電力供給へと切り替える話が進んでいますし、また
夜間であればウクライナからすらも電力の購入ができる話へと進んでいます。またガスについては南のトルコからの購入契約などを進めているそうです。モルドバにしてみれば電気やガスの供給元が変わることによってよりロシアから離れていくこととなります。ただしその時に一つ注意しなければならないのが、ロシアが戦略的に安くガスを自称共和国に卸していて、それに伴って販売する電力に関してもある程度モルドバにとって利益のあるものだったそうです。ですからこれがルーマニアなどからの輸入によって代替される場合、価格の上昇をどれだけ抑えるかといったところもモルドバ国民にとっては重要な関心事となるでしょう。ただモルドバの場合であればヨーロッパ諸国からの支援を受けられる可能性があるのに対して、自称共和国は飛び地であるといったこともあってロシアからの支援は全く期待できません。どちらの方が先に値を上げるかといえば、自称共和国の方が先に値を上げることだと私は思っています。今年の冬の寒さは、それほど厳しいものではないといったことから、この自称共和国は今年は乗り切るかもしれませんが、来年以降に関しては逃げ出す住民が出てくるような非常に悲惨な状態になるかもしれません。そうなれば、プーチン大統領が目指していた海外への勢力圏拡大のその地盤である自称共和国は一気に崩壊の道へと進んでいくかもしれません。少なくともソ連崩壊時であれば、ロシアとウクライナとの関係は友好関係があったはずです。このような飛び地の立ち金を決定づけるような動きになったのは、結局のところロシアがウクライナに侵略したからです。ちなみにこうしたエネルギーの供給先が変わるときに中東が近いといったこともあり、そこからやってくるものもあるのですが、アメリカはロシア産からアメリカ産へと切り替えるようにとヨーロッパ各国に呼びかけています。アメリカは自分の国のエネルギー需要を自分で満たせるだけの石油や天然ガスの産出がある上に、さらに海外へと輸出するその余裕すらもあります。このあたり超大国アメリカのちょっと恐ろしさといったものを感じる場面です。というわけで今回の動画はここまで。プーチン大統領は本来であれば海外へと勢力圏を伸ばしたかったはずですが、ここ数年の動きはそれら全てが失敗続きで海外への影響力を失い続けています。今回はそうした新たな事例としてモルドバ東部にある自称共和国破綻につながりかねないガスの供給停止についてのお話をしました。皆さんは今回の話を聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。